お手紙ヤギの編み会にようこそ。お手紙ヤギです。ハッシュタグお手紙ヤギの編み会は、編み物をしながら気の向くままにおしゃべりをするという編み会のようなスタイルの動画です。皆さんもお茶とおやつと編みかけをご用意して編み物の時間を一緒に楽しみましょう。それでは始まります。結構ぐにゃぐにゃ回るんですけどっていう違いがありました。一種類ちょっと編んでみたんですけど、こちらです。今回は編み物関係のお買い物、最近購入したものがいくつかあるので、それを一気にご紹介しながらおしゃべりしていくことにします。今日ご紹介するのはこの4つですね。編み物の道具が1つと、糸が2種類と本が2冊あります。それを順番に紹介しながらおしゃべりしていこうと思います。で、今日編むものはこの糸の試し編みなんですけど、前々回の編み物の計画、この秋冬に編みたいもののお話の中でこのスワッチのご紹介したと思うんですけど、プチニットさんのシャンパンカーディガンをこの糸で編もうかなっていうお話をしてたんですけど、ちょっとそれを一旦見直そうかなと思って別のスワッチをお試しで今日編みながらっていう感じになります。というのも最近この 1,2 ヶ月の間にちょっと円安が緩和してきたじゃないですか。それでラベリーに載ってるパターンの値段もその円の相場に連動して日々ちょっと変わっていくんですよ。それで私まだプチニットさんのシャンパンカーディガンのパターンを購入していなくて、実際さあ編むぞってなったタイミングでパターンを購入しようと思っていたんですね。でこの 2,3 日そろそろ買おうかなと思ってたんですけど、だいぶ円安が緩和された影響でプチニットさんのパターンも若干下がってきていて、1,000円切ったぐらいになってきてて、やったーと思ってたんですけど、買おうかなと思ってある日パターンページを開いたら、パターンの値段が、デンマーククローネの価格になってるんですけど、5クローネ値上がっちゃってたんですね。それで結局円安が緩和される前より若干高くなっちゃってる感じになっちゃって、なんかそれで結構ショックを受けまして、なんで私買っておかなかったんだろうってなって、ちょっとなんか気持ちがねシューンって下がっちゃったんですよ。それで改めて考えてみたんですけど、このねすごい毛足の長いモケモケした糸で編むんだったら、シャンパンカーディガンはすごいシンプルでベーシックな形のカーディガンなので、他にもいろいろあるんじゃないかなと思ったんですよ。それで改めてフリーパターンで探してみたら、似た感じのいい感じのパターンが見つかったので、それで編もうかなって思ったんですけど、一点ちょっと難点があって、それがゲージが全然違うっていうことが分かって、シャンパンカーディガンよりだいぶローゲージのパターンだったんですね。なので改めてこの糸でそのパターンに合わせた針サイズでちょっとスワッチを編んでみようかなと思ったので、今回これを編むことにします。でですね、そのパターンっていうのがこれなんですけど、これがドロップスデザインズのスプリングファズジャケットっていうパターンですね。これがフリーパターンであったんですよ。
このドロップスデザインズさんっていうのは毛糸のメーカーなんですけど、そのドロップスのウェブサイトに行くとこういう感じの結構可愛いパターンがたくさん、ほぼフリーパターンでいろいろ載ってるんですね。なので今回シャンパンカーディガンに似たやつないかなってドロップスさんのウェブサイトで探してみたらすごく近いのがあったので、こっちのパターンでこの糸を使って編もうかなっていうふうに思いました。ドロップスのウェブサイト行くと本当いっぱいシンプルでベーシックなカーディガンのパターンあってすごい悩んだんですけど、余談ですけどこのね今着てるカーディガンのパターンでもいいかなって最初思ったんですよ。それがこのねローワンの糸で編むニットって何回かご紹介してるんですけど、この本に載ってるランドスケープっていうパターンなんですね、このカーディガンが。でこれでもいいんじゃないかなと思ったのがなぜかというと、この糸で編んだ時とこのスワッチ全く同じゲージだったんですね。なのでこれでもいいんじゃないかなって思ったりしたんですけど、ただねこの糸を使うんだったらすごい毛足が長くて目が見えにくいんですよ。なのでシンプルでベーシックなカーディガンってたくさんあるんですけど、目を見ながら作業する、例えばネックラインの広い目とか目を慎重に見ながら作業する工程がなるべく少ないデザインにしようと思って、この肩のラインがねこのパターンだとここで後で広い目するやつなんですよね。なのでこういう形式じゃなくてラグラン線がいいかなって思ったので、ちょっとこれはないなとなったんですね。で、ドロップスのウェブサイトでもすごいたくさんベーシックなカーディガンのパターンあるんですけど、ラグランスリーブのやつってなると結構絞られてきて、さらにこの前立ての部分もできればこう広い目して後で編み出していくやつじゃなくて、もう一体に編んでいくやつの方がいいよなと思って探し出したのがこのスプリングファズジャケットっていうパターンだったんですね。これだと肩のところもラグラン線だし、あとこの前立てのところも多分広い目じゃなくてこうボディと一緒に編んでいくタイプで、あとねシルエット的にもバルーンスリーブなところがこのね糸の風合いと合いそうだなと思ったので、これで編むことにしました。ということでねスワッチを編んでいくんですけど、シャンパンカーディガンの時はこれ 5.5mm の針を使ってゲージだいたい19目ぐらいになってるんですね。でスプリングファズジャケットは12目なのでだいぶゲージが変わっちゃうので、ちょっと合わせられるかもわからないしスカスカになっちゃうかもしれないんですけど、編んでいこうかなっていう感じです。ちょっと前置きが長くなってしまいましたね。はい、というわけでちょっと前置きが長くなってしまったんですが、ここからは購入したものを順々に紹介していこうと思います。まず道具からご紹介しようかなと思うんですけど、一番上に載っているこれですね。これがこちらです。このクロバーさんのマーカーの新商品3種類購入してみました。こちらのソフト三角メスリングっていう商品を購入しました。3サイズ出て全種類購入してみました。
お店がこの洋裁道具の堀内さんっていうオンラインショップで購入してみました。この商品がですね、以前クロバーさんの新商品発表会に行ってきたっていう動画で、まだ発売前だったのでご紹介できないんですけど、この秋冬に新たに発売される新商品の中で絶対欲しいって思ったものがあるっていう風に前の動画でお話ししてたと思うんですけど、それがこのメスリングです。クロバーさん、この秋冬にいくつか編み物関連の新商品出るんですけど、中でも匠の輪針セットのね、ちょっとシャフトの長さが長いタイプのものがこの秋冬に出るのがクロバーさん的にも一番目玉商品の扱いなのかなって、その展示会を見に行った時に思ったんですけど、私はこっちのねメスリングの方がすごいいいじゃんってなってたんですよ。なので今回発売されたので購入してみたんですけど、これすごい工夫が詰まってていいなって思ったんですよね。クロバーさんの従来品のプラスチック製のマーカーあるじゃないですか。あれも結構使いやすくて愛用してるんですけど、こっちは素材が結構弾力のある柔らかい素材なんですね。エラストマーっていうこうシリコンみたいな柔らかさのある素材なんですね。なのでこう指でギュッてつまむとぐにゃんって曲がる感じなんですけど、ちょっと出してやってみます。これなんですけどね、こんな感じで結構ぐにゃぐにゃ曲がるんですけど、これがすごいいいなって思ったんですよ。マーカーって結構というかほとんど硬い素材ばっかりじゃないですか。それで別に使いづらさは全然感じてなかったんですけど、たまにね今使ってる木製の棒針とかだとマーカーが硬くて針が傷ついちゃうんじゃないかなっていう心配をたまにすることがあったので、この柔らかさはすごいいいなって思ったんですよ。あともう一つすごいいいなと思った工夫が施されていて、それがこのマーカー三角形の形をしてるんですけど、実は微妙に歪んでるんですよ。でそれが机の上に置いた時にちょっと隙間ができて指で取りやすいということらしくて、そのためにあえてウェーブ状の歪みがつけてあるんですね。すごい細かい配慮が詰まっててすごいいいなと思って、あとこの色味もくすみカラーで可愛いじゃないですか。これ3サイズあったので3サイズ全部購入してみたんですけど、それぞれ4色展開でこのサイズごとに微妙に色合いも違ってるんですね。 M がこんな感じの色ですね。で S がこんな色で、一番小さい XS がこんな感じの色味。微妙にこの3サイズでも色がそれぞれ違うっていうのもいいなと思いました。マーカーサイズごとに仕分けずにバラバラに一緒くたにちっちゃいカンカンなんかに入れて収納したりすると思うんですけど、色の違いでサイズも見分けやすいっていうのもいいところなのかなと思いました。という1点目がこのクロバーさんの新商品のソフト三角メスリングっていう3サイズ展開のマーカーを購入してみました。こ
これが1点目ですね。次にご紹介するのがお試しで買ってみた糸なんですけど、これはですね、結構前に届いてて、もうちょっと試し編みをしてみたものがあるんですけど、こんな感じで2種類糸買って2種類お試し編みしてみました。ちょっと模様編みなんですけど、こんな感じでお試し編みをしてみました。その糸が沢田糸さんで、この小練りと小取りっていう2種類の糸を購入してみました。で、一緒にね、この色見本もそれぞれ小練りと小取りの色見本購入してみました。こんな感じで、小取りは10色なんですけど、小練りは結構いっぱい色があって3シートに分かれてました。こんな色見本も一緒に購入してみました。これは何をしようと思っているかというと、もうね、冬物の編み物を始めてしまったんですけど、夏の編み物の計画を立てた時に、いろいろなパターンを編みたいですってご紹介した時に、この小練りっていう糸がですね、その紹介したパターンの複数のパターンでこの小練りが使えるんじゃないかなっていうお話をしてたんですね。なのでこの糸結構気になっていて、ちょっとお試しで1個購入してみました。これはとりあえず1個だけ買ってみて、使いたいパターンのためにお試し編みをして、それが良かったら来年の夏にでも編もうかなっていう感じで購入して、さっきのお試し編みをしてみたっていう感じだったんですけど、ちなみに何のパターンを編もうと思っているかというと、このアミリスさんの近江っていうパターンで小練りで編んでみようかなって思ったんですけど、模様編みがすごい綺麗なカーディガンのパターンなんですけど、こんな感じのね、これアミリスさんのアミリスさんが出したパターンブックに載ってたカーディガンのパターンなんですけど、なので指定糸がワンダーラストリネンなんですね。でワンダーラストリネンで編むのがベストだと思うんですけど、なんかこうコスパのいい代用できる糸あったらいいなっていう感じで探してみた中で、この小練りがいいんじゃないかなって思ってたっていう感じだったんですね。でその動画でご紹介した時は想像でしか語ってなかったので、実際に編んだらどんな感じだろうって確かめたかったので糸を買って編んでみたんですけど、小練りで編んだのがこんな感じですね。すごいいい感じですよね。こんな感じ、ゲージ的にもぴったり合わせられそうだったし、すごいいいなと思って、あと模様も結構ちゃんとくっきり出てくれたし、この糸はすごくいいんじゃないかなと思ったんですよ。でこの沢田糸さんでこの小練りのお買い物をしてた時に、なんか他の糸もなんとなくチェックしてみて、この小取りも気になったので一緒に購入してみました。この糸も夏糸のコットン 100% の中細の糸なので、これも結構候補になるんじゃないかなと思って、この糸も買ってみて、でこっちもスワッチを編んでみたんですけど、
こっちも結構いい感じだったんですよね。こんな感じです。小練りと小取りを比べると、どっちもいい感じなんですけど、小練りの方はリネン 60%、コットン 40% っていう糸なんですね。こっちの方が小取りと比べると、涼しさで言うと小鳥の方がなんとなくこう接触冷感にも近い感じの涼しい感じがありますね。こっちも涼しいんだけど、涼しさで言ったら小鳥の方が涼しい素材かなと思いました。見た目的にはこの2つの糸が、小練りの方はより合わせた感じのストレートヤーンで、小鳥の方はなんていうかリボンみたいな、紐みたいな形状をしてるんですね。でそのせいなのか、こう編んだ編み地の感じが結構違っていて、小鳥の方はなんかこうツヤがある感じですね。で小練りの方はツヤ感はない感じなんですけど、こう結構落ち着いた雰囲気ですよねっていう違いがありました。なんか両方一緒に買ってみて同じスワッチを編んで比較できたので良かったかなと思います。どっちがいいかなってこれ編んでずっと考えてたんですけど、このツヤ感もすごいいいんだけど、この小鳥っていう糸はですね、多分かぎ針用の糸なんですよね。ゲージがかぎ針のゲージしか書いてなくて、それだけじゃなくてこの糸結構ね、編んでる時にこう手が汗ばんでくると急に編みにくくなるんですよね。そんなこともあってあまり棒針に向いてないんじゃないのかなって思いました。なので編む時結構大変なんじゃないかなと思って、やっぱり小練りの方がいいのかなって思ってるんですけどね。で色見本を買ったのは、これ編んでみて合いそうだったら来年の夏編もうと思ってこう1年かけてどの色にしようかなってゆっくり選ぼうと思ってこの色見本を買ってみたんですけど、小鳥の方は10色の展開しかないんですけど、なんていうかすごい鮮やかで綺麗な色味なんですよね。なのでこの色味を見ると小鳥で編んでもいいかなってまだちょっと悩んじゃう感じなんですけど、この購入したブルーの色とか、この色もすごい綺麗ですよね。オレンジレッドっていう朱色みたいな、なんか神社の朱色みたいな赤なんですけど、すごいいい色だなと思って迷いますね。小練りの方もすごいいっぱい色があるので、こっちもまたすごい悩んじゃうんですけど、私は今回は19番の愛っていうちょうどこの真ん中にいるこの色で編んでみたんですね。だけど近江のサンプル画像に近いここら辺の色合いでもすごいいいんじゃないかなと思うし、鮮やかな色でももしかしたらいいのかなっていう感じで悩みますね。これ来年の夏までゆっくりどの色にしようかなっていうのを楽しみたいと思います。ということで、糸のお買い物が澤田糸さんの小練りと小取りでした。はい、ということで、購入品の3つ目のご紹介なんですけど、3つ目と4つ目は編み物本の購入品の紹介です。まず1つ目がこちらですね。この点と線の方眼模様っていう本を購入してみました。これ編み物の本でもあり、クロスステッチの本でもあるんですけど、なんかこうコンセプトがすごい面白くて、この表紙の
写真でもわかるんですけど、なんか同じ模様でクロスステッチにも編み込み模様にも使えるっていう模様集ですね。これが前からずっと気になっていたのでちょっと購入してみました。なんか届いてびっくりしたんですけど、意外と小さい本だったんですよね。Amazon の画面で見てるときは、A4 ぐらいのサイズかなって思ってたんで、すごいコンパクトでおっと思いました。結構いっぱい載ってるんですけど、なんかね、どれもなんて言うんだろう、ミナペルホネンとかの模様と似た感じの幾何学模様にちょっとデフォルメしたいろんなモチーフの模様っていう感じなんですけど、結構編み込み模様だと一段に3色以上になっちゃう模様もいくつかあったりして、どっちかというとクロスステッチに寄せた模様集なんじゃないかなっていう感じはしましたね。でもすごい可愛くて、この本の中から1種類ちょっと編んでみたんですけど、こんな感じです。こんな感じの模様。これが丸と花っていう模様なんですけど、丸モチーフでお花の感じになるようなこういう柄ですね。こんな感じの雰囲気の模様がたくさん載ってるっていう模様集です。でこれ巻末の方にちょっとした小物とかのレシピも載ってたりするんですね。ニードルケースのレシピが載っていて、ニードルケースってこれ編み物の針というよりかは裁縫道具のケースって感じなんですけど、でもこの縫い幅とかをちょっとアレンジすればババリーセットのケースにもできるんじゃないかなと思ったので、こういう編み地を使ってニードルケース作ってみようかななんて思っています。という1冊目はまずこの本でした。で2つ目がこれまだ一昨日届いたばかりでまだ開封してないので、これを早く開けたくてしょうがなかったんですけど、動画に撮ろうと思って撮っておいたんですね。なのでここで開封しようと思います。何の本を買ったかと言いますと、じゃん、こちらです。アミリスさんで購入しました。包装紙が可愛い。綺麗に開けたいけど無理ですね。何の本を購入したかと言いますとですね、こちらです。じゃじゃん。レインパブリッシングから新発売されたクラウディア・クインタニラさんっていうデザイナーさんのパターンブックです。メモリーレーンエンベリッシュニッツトゥチェリッシュっていうこの本すごい楽しみにしてたんですよ。毎月出してるニュートゥラベリーランキングトップ30っていう動画の中で、1位でご紹介したこのちょうど表紙のカバーになってるパターンをご紹介したんですけど、クラウディア・クインタニラさんっていうデザイナーさんの本なんですけど、なんか私ラベリーをいろいろこうなんとなく探索していて、これいいなって思うパターンに出会った時に何回かこのクラウディア・クインタニラさんのパターンだったんですね。なので多分私このデザイナーさんの雰囲気好きなんだなと思ってたんですよ。で海外の本って結構お値段張るので
ちょっと迷ったんですけど、なんかやっぱりこのデザイナーさんのパターンってすごい世界観があって、これはPDF とかデジタルデータよりも本で欲しいなと思って今回購入してみました。英文パターンを本で買うことってあんまりないのですごい新鮮なんですけど、結構この本はコンセプトとしては刺繍とかビーズとかを結構施した装飾的なパターンがたくさん載っているっていうパターンブックで、なんかビーズとか刺繍はなくてもベーシックな着やすいウェアになるし、あったらあったですごく綺麗で華やかなデザインっていう感じのパターン集ですね。すごい素敵です。やっぱり結局いくつあるんだろう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 個のパターンが載ってるみたいですね。なんかこの1ヶ月ぐらいの間にだんだんやっぱり涼しくなってくると編み物の季節なので、いっぱい新しいパターンブックとかがリリースされてきていて、すごい欲しいなって思うものがたくさんあったんですけど、でもこの本はやっぱり刺繍とかの図案も載っていて、これは買いなんじゃないかと思って購入してみました。やっぱ写真がすごい素敵なんですよね、このデザイナーさんのデザイン。なんかこの表紙もゴールドの白押しがしてあったりして、すごい高級感のある、持ってるだけでちょっと気分が上がる本ですね。そんなこんなで結構スワッチ進んだんですけど、なんかこれ8ミリの棒針で編んでみたんですけど、ちょっとやっぱりローゲージすぎるかなっていう気がしちゃいますね。これでも全然いいと思うんだけど、こっちと比べるとやっぱり好きなのはこっちの詰まった編み地の方が好きなんですよね。ということでちょっとどうするか迷いますね。でもどうなんだろう。こっちの方が軽いウェアにはなると思うんですけど、どうなんだろう。あんまりこう厚みが出ても毛皮みたいな感じになっちゃうかな。すごい迷いますね。でもあんまりローゲージすぎてもこういろんなところに引っ掛けちゃったりとかしそうだし、迷いますね。ちょっとこれはもうちょっと検討が必要かな。ということで今回は最近の編み物の購入品をいろいろご紹介してみました。皆さんはこの秋冬何か買い物しようと思っているものはありますでしょうか？よかったらコメント欄で教えてください。それでは今日はこの辺でおしまいにします。また次の動画でお会いしましょう。お手紙ヤギでした。